皆さんこんばんは。ゼルダ考察の右脳と言います。時のオカリナとブレスオブザワイルドのマップを見比べていきます。双方のゲームの薄めなネタバレがありますので、未プレイの方はお気をつけください。今回は時岡とブレワイの関連考察、マップ編といった感じです。このチャンネルでは、ブレスオブザワイルド続編や薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けは、なるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。それでは2つのゲームのマップの同じ場所と思われるところを見ていきましょう。まずブレワイのマップが真上からの見下ろした図なのに対して時岡のマップは手前斜め上からの見下ろしなので、その角度を修正してから無理やりにブレワイのハイラルに当てはめてみます。こんな感じになりました。ちょっと前のリンクの首が伸びるバグみたいな感じになりましたね。時岡のマップは一番北がデスマウンテンで各ロケーション間が表示されていないというブレワイよりもかなり少ない情報となっています。一つ一つ見ていきましょう。ハイリア湖。ブレワイと違って時岡のハイリア湖は深淵に近い形で表現されています。そして特徴の一つであるハイリア大橋は向こう側まで渡っておらず、水の神殿上あたりで止まっていますね。多分直接の関係はないとは思うんですが、時岡の行き止まりに1本だけ木が生えていて3本の切り傷がついています。その3本の切り傷はもちろんありませんし、木の大きさもかなり違うんですが、ブレワイのハイリア島にも1本だけ木が生えてるんですよね。あまり寄せてないところを見ると気づく人は気づくという程度のファンサービスなのかなと思いました。場所的にはどうなんでしょうね。時岡に出てきた水の神殿はハイリア島の下に眠っているんでしょうか。ハイリア湖といえば時岡のハイリア湖すぐ近くの釣り堀が後のアデア湖なのかなと勝手に思っています。これはだいぶ前に動画で出しましたね。動画説明欄に貼っておくので興味のある方はご覧になってください。サクッと見れる動画です。そしてアデア湖といえば名前の由来がわからずずっと気になっていたのですが、現実世界にはアデアッコという名前の魚がいるそうですね。僕は最近知りました。薬剤の目視録で判明しましたが、アデア村ではアデア湖で取れる魚が名産となっていまして、魚の名前が由来でもおかしくないのかなと思いましたね。でもそうなると一見何の関係もなさそうなこの魚の名前をなんで取ったんだろうという疑問も湧いてきますよね。名前の最後が「コ」で終われば何でもよかったんでしょうか。今後も少しずつ調べていきたいですが、とりあえずはこのアデアッコという魚がアデア湖の名前の由来という解釈に今のところはしています。デスマウンテン。デスマウンテンについてはあまり変わってないように思うので特に語れることがないんですよね。ただゴロンシティなんか天井がないだけでほとんど時岡のゴロンシティそのまんまです。たびたび話題に上がるんですが、ゴロン族はスカイウォードソードも風のタクトもトワイライトプリンセスでも変わらずあのゴロン族だなという印象ですね。まあ確かに風のタクトではほぼ姿は見なかったですけど、気になるのは敗北ルートのハイラルには一切ゴロン族が出てこない点ですよね。神々のトライフォース2にはロストというゴロン族ではないけどゴロン族のマークをつけている謎のキャラクターはいました。ブレスオブザワイルドは僕は敗北ルートの最新だと思ってるんですけど、この点を考えるとゴロン族が普通にいるブレワイは敗北ルートではないんですかね。ただゴロン族自体が時のオカリナで初登場の種族で敗北ルートで表現されているハイラルに何らかの理由で行けないだけで、時代が移り変わっていくにつれてラブレンヌやホロドラムからハイラルに戻ってきたみたいな解釈でいいんでしょうかね。かかりこ村。ブレワイと時岡とではかかりこ村の位置がかなり違いますので、ハイラル王国に追放された際に今のかかりこ村に落ち着いたという感じでしょうか。ブレワイのマップで言うとどこに前のかかりこ村があったことになるんでしょうかね。ブレワイ本編で新しいゼルダの土台はかなり表現できたし、僕たちゼルダファンにも定着したと思うのと、それをきっかけに過去作を遊ぶ人が増えたので、ブレワイ続編では今度は過去作を遊んできた人たちが喜ぶ要素を盛り込みまくって出してくれるとは思っているんですが、例えば時岡の闇の神殿のその後を匂わすようなダンジョンを地下で別ダンジョンとして攻略するみたいな展開もあるのかなと思っています。なので時岡のかかりこ村がどこになるのかというところがとても気にはなっているんですよね。コキリの森とモルセ湖。
以前の動画、始まりの大地とハイラル大森林、過去に移設していた説でもお話ししたように、僕はモルセコあたりに時岡のデクノキ様が昔いたんじゃないかと今のところは思っています。軽くお話しすると、デクノキ様を引っこ抜いた陥没に水が溜まったのがモルセコなのかなと。湖の中に割と大きめな木が残っていて、それの関連も特に説明できないんですけどね。それと近くにナビ湖というナビが由来であろう湖もあります。まあこれくらいしか僕から提供できる考察材料がないので、そうなのかなくらいに思っていただけると嬉しいです。デクノキ様を含む大きな森で言うと、フィローネ樹海も結構怪しいですかね。開発段階では今のカカリコ村あたりに森を設置する予定だったというのも視聴者の方から情報をいただいているので、とりあえずは保留です。ブレワイ続編で何かわかるといいですね。ゲルド砂漠。時岡における巨大邪神像及び魂の神殿の場所はブレワイのどこになるんでしょうね。地図の重ね方がいまいちうまくいかず矛盾だらけなんですが、ゲルドの谷の橋の下はゾーラの里からハイリア湖まで流れる水の上なので、おそらくデグドの吊り橋あたりだと僕は考えています。ここ水繋がってないじゃんと思われるかもしれませんが、僕としては始まりの大地が後から上に乗っかってるだけだと思っています。先ほど話した始まりの大地移設していた説ということですね。おそらくそこに溜まった水を謎技術で下から汲み上げてまた流しているんだと。薬剤の目視録で判明しましたが、始まりの大地の地下はゾナウ遺跡です。彼らは僕らの想像を超えた技術を持っているので、常に考えを飛躍していかなければいけませんね。最近では始まりの大地はまだ自由に動かせるもんなんだと妄想しています。ついでに言うと、雷の大地も同じように浮上して移動できる要塞のようなもので、何を隠そう、ハイラル城もそういう類のものだと考えています。話がある程度まとまったらまた動画にしたいなとは思っています。ということで今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。